はい、皆さん、こんにちは。コーヒーサムライです。今日はですね、ドリップケトルのご紹介でございます。ドリップケトルといってもね、この電動のドリップケトルのご紹介ですね。先日ですね、エペイオスさんのショールームに行った際に、いろいろね、電気ケトルのお話を、インタビューしましたけども、実際にね、今日ご紹介したいのは、こちらのね、最新の電気ケトルでございます。これがね、ほんとよくできてるので、今日はね、こちらを使って美味しいコーヒーをね、入れていきたいと思います。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。今日はですね、ご紹介したいのが、こちらのね、電気ケトルの方なんですね。これは最近エペイオスさんから出ました電気ケトルのラックス600というね、そういうシリーズになっております。カラーが2タイプあって、こういったね、スーラージュブラックというものと、ダリホワイトというね、2タイプが出ております。今日はね、このブラックでご紹介したいと思います。でこれはね、世界バリスタの井崎さんが監修されて作った、ドリップのための究極のケトルというね、感じで出ております。いやね、そういうだけあってですね、僕ね、これすごい気に入りました。私のドリップスタイルにね、すごく合ってるんですよね。やりやすいっていうか。で、もちろんね、今まで、私もエペオスさんの使ってましたけど、こういったね、デザインが好きで使ってたベーシックタイプと比べて、はい、これでちょっと見えますかね。これがね、新しいラックス600で、今までのベーシックタイプというのがこっちになります。これもこれでね、すごい使いやすいんですよ。で、ドリップスタイルによってどっちを選ぶかっていうのは変わってくるとは思うんですよね。で、こちらのね、ベーシックのものが、ほら、比べるとわかるんですけど、ノズルが太いじゃないですか。なので、これはこれで練習すれば点滴だってできますし、細い水流というのも可能ですし、太いので、水流を最後早くしたい場合なんかも、これがね、すごく向いてると。で今回は、ものすごくね、ほら、細いんですよ。ちょっとね、横に長いっていうんですか。こう比べるとわかるかな、はい、こう比べるとちょっとわかりやすいかもしれないんですけど、通常タイプに比べて、ノズルが、横幅に長いんですよね。で、このノズルの太さがわずか6ミリということで、これがね、ものすごくね、点滴ドリップ、そして細い水流に特化してるというかね、もうコントロールがめちゃくちゃしやすいっていうね、そんな感じでできているんですね。すごいのがね、この塗装も素晴らしいんです。これね、車の塗装に使われるようなね、そんな技術でね、やっていて、ちょっとね、メタリックな光沢がある感じですよね。これもね、また美しいんですよ。このドリップポットとして。で、このシンプルなね、ブラック、そしてホワイトなので、選ばないというかね、あんまりゴテゴテしてないというか、っていうのもね、すごく好感が持てます。で、握りやすさで言えば、こちらのね、ここがすごくね、握りやすいんですよ、これ。で、コントロールしやすい、こうやってね、親指を置くことができて、こうね、すごくコントロールがしやすい感じになっております。でね、600ml っていうのは本当ね、例えば競技会とか、そういった時にはちょうどいいね、容量なんですよね。業務用でね、例えば使うとかなった場合は少し足りないかなっていう感じはするんですけど、ことね、ドリップというね、ものにフォーカスをした際にはすごくね、使い勝手がいいかなと思います。で、ここの温度表示のディスプレイですね。通常タイプのね、このタイプは少しね、小さいタイプの丸になってますけども、このね、ラックス600はほら、大きいですよね、すごくね。ほら、こう比べるとわかるんですけども、結構ね、大きいタイプになってます。で、あとはね、温度調整なんかはもう0.5度ずつね、調整ができるというね、従来のものはそのまま引き継いでおります。今日はこちらを使って、美味しいね、コーヒードリップを入れていきたいと思います。はい、ではね、水を入れてきましたので、セットして、はい、電源を入れます。温度調整がね、ほら、こういう風にできる。これがエペオスさんのね、醍醐味というか、すごいおしゃれですよね。今日はね、91度という設定でね、やりたいと思います。ここを押すとスタートして、保温機能がこっちなので、はい、これで。で、はい、保温という感じで押していきます。では、はい、ということでね、お湯が沸きました。では、ドリップしていきましょうか。
はい、皆さんお疲れ様でございました。早速入りましたので、いただきます。美味しい。いや、いい感じのね、ドリップになっております。途中でね、水流見ていただいたと思うんですけど、ものすごくコントロールがしやすいんですよね。特にね、私なんかは、深入りのコーヒーを、こう、じっくり入れるようなスタイルというのを昔からやっていて、浅入りの場合は全然違う入れ方になるんですけども、ネルドリップとかね、ネルで入れる場合とか、こういったウェーブで入れる深入りのものなんかは、少しね、細めから入って、こう、豆のね、具合を見つつ、最後はスピードを上げていくといったようなね、そんなドリップスタイルなんですけども、その最初のね、調整の時に、ものすごくね、これがね、コントロールしやすいんですよ。で、ドリップポットでいう、いわゆる高弘さんっていうね、メーカーさんあるんですけども、昔のオーソドックスなベーシックのものと、雫というね、すごい細くて、これと同じような感じのね、タイプがあるんですけど、その違いのような感じですね。で、さらにそれがね、こう一度ずつね、こう温度調整ができる電気ケトルでこれができるっていうのはね、素晴らしい道具だなというふうに思うんですよね。で、途中でね、このラックス600の特徴なんですけど、この横に長いっていうふうに言いましたけども、それがね、このドリップをするときに、ここにね、ドリッパーに当たりにくいんですよね。この横に長いと。ちょうどめがけたところに、こう入ってくれるので、カーンって当たんないような感じでね、ストレスがね、すごくないっていうね、そういった便利なね、細かい設計になっております。ドリップをね、よりこう、いろいろやっていきたいというときは、やはりこのドリップポットっていうのはものすごく重要になってくるわけですよね。で、温度管理もしっかりやってくれるので、そういった意味でね、今回このラックス600というのはね、すごい私にはマッチしたドリップポットかなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか？いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また、コーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。